しみさんのイラストを添削していこうと思います。社会人です。今の自分の実力やできる全てをこの絵に注ぎました。俯瞰で描いてみたのですが、それがあまり表現できなかったところと、絵をパッと見た時の迫力が薄いことを気にしています。まずこの絵のいいと思ったところからお伝えします。すごく魅力的なキャラクターです。画力も高いんですけども、僕は画力以上のものを感じました。服のデザインがかっこいいよね。装飾品がすごく凝ってるんだよ。ベルトとか鎖とかブーツとか一つ一つがすごく丁寧。作者のこだわりを感じます。漫画のキャラクターにはかっこいい服を着ててほしいもんね。材質感もすごく大事に描かれています。尻尾とか狼の毛の生えてるところはモフモフしてる感じがするし、鎖とかベルトの金属のところは鉄の質感がよく出てるよね。ブーツの皮が光ってるような様子なんかもいい雰囲気で描けてると思います。質感をすごく大事に仕上げてるよね。動物と人間を融合した獣人って言うんですかね。こういうキャラクターっていうのは描く人がいそうでいないんですよ。猫耳とかウサ耳とか耳だけ動物とか尻尾だけ動物っていうのはよくあるんですけども、顔や手まで獣人化してるというかね、反動物って言ったらいいのかな。こういうキャラクターって意外と描く人少ないんですよね。このキャラクターは狼をモチーフにしたキャラクターなんだけども、犬科の動物っていうのは人気があるので、わあかっこいいなとかなんか好きっていう風な人はたくさんいると思います。プロフィールもねメールにいっぱい書いてあって、それもすごくいいんだよね。狼とね人間と融合されてるんで好戦的で強い部分があるんだけども、半分犬なんでビーフジャーキーに目がないとか、機嫌がいい時は尻尾を振ってしまうとか、ユニークな部分も持ってるキャラクターなんだよね。プロフィール読むだけで漫画のストーリーができてたんで、僕はそのキャラクターっていう部分に惹かれてこの絵を採用させてもらいました。それではこのイラストどうすればもっと魅力的になるのか、元の絵はチョコワタルしみさんの元の画風の見本として置いておきたいので、この絵をトレースしていこうと思います。はい、トレースしました。この絵ね、どこをどうしようかって思うんだけど、元々の絵がうまいので華やかにする。突然ですがここで問題です。このキャラクターこのままでも十分かっこいいんですが、もっと魅力を引き出そうと思ったらどうすればかっこよくなるでしょうか。答えは10秒後。ゆっくり考えたい人は動画を止めて考えてみてください。正解は絵に動きを出す。ちょっと今回は難しかったかもしれないね。正解した人はキャライラストの絵を魅力的に見せるセンスがある人だと思います。それではどうやって動きを出していくか、絵を描きながら変化を見せていきます。ちょっとね軽く描き換えていい？あんまり良くなかったら元の絵に戻すんで、この辺ちょっとせっかくトレースしたけどいつも消すよね。いつもトレースしてる意味あるんかっていうね。あ、ここつながってんのか。じゃあめくらせることできないな。こういうめくらせ方ならできるのか。今ざっくりと書いてみたんだけど、こんな風に手とか服に動きをつけるのはどうだろう。右手は決まってるから左手の下がってるのをもうちょっとこれを上げて、コートこれが風でブワッと煽られてるような感じにすると。でこの腰につけてる鎖もこれも動きがあるように煽られてる感じ。実際こういう風に動かそうと思ったら相当強い風が吹かないと無理だけども、漫画っていうものは現実にありえない動きがあってもそれが魅力的に見えたらそういう演出をしても構わないと思うので、俯瞰の感じがちょっと弱いのが気になってるって書いてあったので、こいつの左足を、気持ち小さく描いてもうちょっとこう見下ろしてる感じをつける。あんまり傾けすぎても顔とか服が分かんなくなっちゃうんで、こいつの顔とか服のデザインがかっこいいじゃん。なのであんまりこう極端になんつうのこんな風にこうつけすぎても見えなくなるんで、顔と服が。だからこ
これぐらいで俺はいいと思うのね。これで上から見た感じがちょい出るかな。あんま傾けたくないんだけど、これで元の絵よりもこう元気の良さが出たというか、動きがついたというか、イラストとか漫画の世界ってちょっと大げさにするぐらいでちょうどよくなるのね。こいつが地面に立ったら、服の動きとかってこんなもんだと思うんだよ。だけどこれにもっと派手な演出をしようと思ったら、こんな風に動きをつけるのがいいと思います。ブワってこうめくり上がり方がセンスが出るよね。こういうね、なんかね、これがかっこよく見えるかどうかっていうのが。元のイメージを変えないでちょっと派手さが出たんじゃないかなって思うんだけど、改めてこうやって見ると足がもうちょい開いてる方がいいな。足直します。もうちょっと踏ん張ってる感がある方がいいな。もう一回重ねるね。いらんもん書かなければよかった。もうこんなんいらないね。適当に書いたんだけど書かない方がよかった。これでどうかな。さっきよりも足の開きが広くなったと思うんだけど、どうしてもちょっとこの辺が気に入らなくて、コートがバッてまくれ上がってるように書いたつもりだったんだけど、マネージャーに見せたらね、短く見えるって言われたんだよね。確かにね、そう言われたら短く見えなくもないなと。俺的にこうあったらこういう風に上がってる感じで書いたつもりだったんだけど、要するにあんまりかっこよくないっていうことだと思うので、もうちょっとマントみたいな、これはマントじゃないんでね、すごい難しいんだけど、俺的に本当はひらひらさせたいのよ。もっとこういう感じで。だけど、裾にベルトがついてるから、これの重みで、あんまりパタパタ、旗みたいにひらめかないだろうなっていうのがあって、あんまりひらひらさせるのはどうかなって思ってるんだよね。だけど、漫画的にっていうかイラスト的に、ひらひらしてる方がかっこよく見えるかもね。別に現実通りに描くのが漫画の正解ではないので、だからもうちょっとひらめかせるね。実際こんなひらひらするかって言われたら、俺しないと思うんだけど、このマントみたいに。もっとこういう感じで。あとこっちの足がな、やっぱりちょっと、もう一回り小さく。これがどうしても気に入らない。気持ちっていうか極端に小さくした方がいいのかな、これぐらい。もうこれぐらい小さくした方が遠近感感じんのかな。上から見てるから、これの構造が、ここで繋がってるんだよね、ベルトで。重りがついてるような感じなんだよね。上から見てるから、例えばマントって、こういう風にしたら、簡単なんだよ、このひらひらさせるのって。こう書いたら。だけどこれって下から見てる感じじゃん。あと、尻尾が間にあって、ここが繋がってるんで、こんな風にはならないってどうしても思っちゃうんだよね。どうしようかな。どうやったらかっこよく見えるかな。尻尾があるから、すごい難しいな。これ、どうしよう。手入れしていきます。今回はね、難しいよ。装飾品が多いからね。目が結構色っぽいんだな。いいことだよね。目元がクールっていうのはね、やっぱり男前の条件だからね。
俺もさ、狼男がすごい好きで、学生時に狼男の絵ばっかり描いてたのね。初めて、ヤングマガジンの月刊賞って佳作取った作品も、狼男が主人公の話でした。その時に、人間が狼に変身するんだけど、その途中って言ったらいいのかな、変身の途中はこういう風な反獣人っていう姿になったんで、こういう感じのキャラクターも割と描いたな。変身しきったらもうまるっと狼になるんだけど、途中はこんな感じだったね。この人は爪の一本一本も大事にこう書いてて、細かいところを大事に書いてるよね。服の装飾品のベルトとかボタンとかもそうなんだけど、手のこういう一本一本のこの曲がってる関節のこの曲がり方、この一個一個のこのブロックの曲がってるとことか爪とかすごい大事にしてるよね。すごくいいと思います。手って書くの嫌いな人多いけど、苦手とかわかんないとかね。俺結構手描くの好きなんだよね。一個一個の曲がってるこのブロックになってるところが好きっていうかなんで表現したらいいの、この関節の第一関節第二関節のこの一個一個このブロックになってんじゃん。これがこう曲がるのがなんか表現するのがかっこいいっていうか、この手もまさにそうなんだけど、一個一個のブロック大事にしてるっていうか、こういう感じがすっごい好きなんだよ。今こんな鎖の選んで、アイビスペイントとかクリップスタジオとか何にでも入ってるんで、手で描く人いないと思うんだけど、みんなはデジタルでシューッと描いてね。俺は手で描いてるけど。鎖って難しいよね。描いてるうちにブロックの形がだんだん変わってきちゃうっていうか、チョコ渡るしみさんも自分でね、これ描いてるみたいなんだけど、今回のこのチョコ渡るしみさんはデジタルじゃないそうです。
手書きだそうですよ。最近デジタルでね、書いて送ってくる人多いんですけど、珍しく手書きということで。これも手書きで。俺はいつも手書きか。漫画銀行はね、手書きの人、今でもたくさんいるんだけど、1枚のイラストとなると、デジタルの人の方が多いかな、白黒の絵でもね。でも今回のこの、チョコ渡るしみさんは、スクリーントーン買って、初めて貼ったとかってメールに書いてあったな。でもうまいよね、綺麗に貼れてると思います。初めて貼るとね、なんかボロボロになる人が多いんだけど、そんなこともなく。じゃあ消しゴムかけていきます。ブースの部分はね、消しゴムかけた後に塗ります。よいしょっと。今回はもう集中してペン入れしたから、ペン入れの時にほとんど喋ってなかったけども、今回はね、この絵を立たせるために、ペンタッチの入りと抜きをちょっと強めにしたんだよね。それを消しゴムをかけないとちょっとわからないと思うんで、これ消してから説明するね。おう、線がだんだん見えてきたね。ペンの線が。俺、晴れぼうきがないぞ。俺、晴れぼうきがない。俺、晴れぼうきがない。晴れぼうきがないんだけど、なんであんなでっかいもんなくなる？晴れぼうきないんだけど。漫画家の命。あれが一番漫画家らしく見えると言われている道具。晴れぼうきないんだけど。なんであんなでっかいもん、なんでなくなる？あった。ああ、よかった。びっくりした。こんなでっかいもん、どうやってなくす？ちっちゃいものだったらわかるけどね、丸ペンはよくなくすけど、これはよくね、ちっちゃいし、コロコロ転がっていくから、よく紛失するんだけど、こんなでっかいもん、転がりもしないし、どこ行くんだって話だよね。線が見えてきたね。綺麗だね、やっぱり。ペンの線だけになると。今回ね、入りと抜きを強くしたのよ。入りと抜きっていうのは、こっちの紙で書こうか。これが平坦な線っていうか、面白みがない線って言ったらいいのかな？こういう線が。サインペンで書いたみたいな変化のない線だよね。入りっていうのがこの書き始めで、抜きっていうのがこの書き終わりだから、曲線で書いたらわかりやすいか。これがつまんない線なのね。だけど、入りと抜きを強くしたら、こんな風に線に立体感が出るのよ。で、これを今回強めにして引いたのね、入りと抜きを。そしたら、トーンなんか貼ってなくても、立体感と存在感があるでしょ。塗り絵みたいになってないって言ったらいいのかな？ペタンとした平面的な絵になってないのがわかる？これは、ペンの線に入りと抜きっていう動きがあるからなのね。それを、こっちの絵よりも強めにしてみたの。これだけでもだいぶ存在感が出たでしょ。で、こっからさらに線を整えていくね。下書きを消
消したらペンの線だけになったから、これが読者に届く線なので、これが印刷される線っていうことになるよね。で、これで確かめて、全体が面白みがある絵になってるかどうか、ちょっと物足らないなと思ったら、線を足したり、整えていったりします。目をもうちょっと厚くしようかな。本当にもうこんなの、1ミリも変わんない世界なんだけど、こういう仕上げがあるかないかで、だいぶ変わってくる。お、地震だ。お、すっげえ揺れてる。お、怖っ。めっちゃ揺れてる。お、すげえ揺れてる。何？うわ、怖え。何？めっちゃ揺れてる。収まったかな？俺今さ、撮影マンションにいるのね。完全防音なんだけど、このマンションが。だけど、地震に強いとは聞いてないから、ここ上の方の階なんで、揺れが大きいっていうか、マンションでさ、上の階に行くほど揺れがでかくなるじゃん。ここ高いとこなんで、マンション。すっげえ揺れるんだけど。どうしよう。ここ、音はさ、完全防音だけど、めっちゃくちゃ地震に弱いとかね。もう揺れにはもう、震度1とかでもすぐ倒れるみたいなマンションだったらどうしよう。音には強いけど揺れには弱いみたいな。うわ、また揺れてきた。うわ、怖っ。何これ。うわ、ちょっと待って。うわ、第2弾が来た。何みんな。うわ、あ、ちょっとほんとまずい。ちょっとドア開ける。まずい。うわ。ちょっと。うわ、嘘でしょ？何？ちょっとニュース。うわ、嘘だ。ちょっと。いや。まだ揺れてるよ。まだ揺れてるよ。うわ、ドアがバタンになってるもん。ちょっと。いや、ちょっと嘘でしょ、ちょっと、ニュース。つかない、パソコンがつかない。でも停電になってないよね。
パソコンがつかない。なんでだ？パソコンがつかない。うわ。止まったかな。ちょっと待って、撮影中断するね。本当にまずい。ホワイトをかけていきます。怖かった。今ね、今日これ撮影してんの3月16日なのね。で、今時間夜の11時56分、ほぼ夜中の12時あたりなんだけど、なんかニュースで宮城福島で震度6って書いてあったんで、今バンバンニュースやってるよ。東京でもかなり揺れたよ。すんげえおっかなかったな。今俺撮影マンションにいるけど自宅が心配だな。どうなってんだろう。自宅を気にしながらホワイト修正していきます。いや、絶対なんか落ちたり壊れたりしてると思うな。この撮影マンションはさ、何にも物がないのね。撮影機材と机、ピアノ、ソファーぐらいしかないから、壊れたりするようなものないんだけど、家が心配だな。動揺してブーツ塗ってないじゃん、俺全部。ここだけ白いの。ブーツ塗らないと。ちょっとブーツ塗るね。日本はね、地震が多い国だからね。震度やっぱり5以上になるとビビるよね。今震度6とか言ってたから、東京の方は6もないのかもしれないけど。ここで乾かしてトーンを貼っていきます。あんまりトーンはね、ベタベタ貼りたくないと思ってます。服の部分だけ、人物の影とかにもちょっと貼ってあるんだけど、ここまで貼らなくてもいいかなって思ってんだけどね。服に近い色のトーンを貼っていくね。これでちょっと様子を見てみる。うわ。微妙に足らないとかやめてくれよ。いけるか。微妙に足らなかったらどうしよう。いけるよね。なんか微妙に足らない気がする。いけるよね。もう今回はぼかしとかがなくて、シンプルに不要な部分をカットするだけにしようと思ってるんだけど、黒くないとおかしい。こういうことをしてもいい。ここも黒くないとおかしい。このビニールの上からは塗れないからね。いるとこ削ってしまった。これでカットしていくと。これペローンってめくるときは気持ちいいよね。これは、貼ってる方がいいのか。めくっちゃった。ここはこうしていいんだよ。ここカットしちゃったんで、埋めます。漏れない位置で。ここと、あともう一箇所、ここが、ちょっとしたとこだけど、ここカットしちゃったんで。これでいいんじゃないかと思うんだけどな。ここか。ここがいるわ。コートの続き。
あ、かっこいいんじゃない？この辺ちょっと汚したんで、消しゴムかけても消えないからホワイトかけるね。はい、完成しました。この絵をよりかっこよく華やかに見せるために絵に動きをつけました。具体的にどこを変えたかというと、左腕を上げてコートの裾、そして鎖に風で揺らめいてるような動きをつけました。そして上から見ている感じを出すために左足をちょびっと小さくしました。ペンの線の入りと抜きを強めにするようにして線自体にメリハリをつけ動きがあるようにもしました。このキャラクターは洋服のデザイン、装飾品がかっこいいと思ったので、ベルトや鎖やブーツなど、そこに一番力を入れて描くようにしました。スクリーントーンは、あえて貼る部分を減らすことで、白と黒のメリハリを際立たせるようにしました。服のシワや動きをもうちょっと細かくして、よりリアリティを出すようにしました。こんな風にすると、このキャラクターの絵に動きが出て、メリハリもつき、かっこよくなったと思います。絵を描くヒントにしてください。僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。